こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今日はやりたいことやるべきことが明確になった自分軸を見つけた方法をシェアします。皆さんは自分らしさや個性って何だろうって悩んだことはありますか？何をモラトリアムみたいなことを言ってんだという感じで、自分でもそう思うんですけども、でも年齢を重ねるごとにこれから先何を私はやっていきたいのかとか、自分の強みは何なのか、私が社会に対して貢献できることは何なのかとか、あとどんな人生を過ごしたいのか、そもそも自分には何が向いていて何が向いてないのか、てかもうそんなことどうでもよくて楽しいことがしたいとか、自分にしかできないことは何か、自分らしさが欲しい、信念が欲しいとかね、すでに今まで生きてきた中で自分の中に大切している価値観がぼんやりはあるので、それを言語化した方がいいなというふうに30歳になってね、結構思うようになっていました。ということで、自分軸を作ろうと思い立ち、で実際に考えてみたらすごく良かったので、その方法をシェアしていきます。思い立ったのはいいんですが、そもそも自分軸ってどうやって作るんだっていう、まず壁とぶつかります。やり方はわからないけど、ゴールは分かってます。この最初の疑問たちの答えになることを考えればいいってことですよね。じゃあさっきの自分に対しての疑問を手当たり次第一個ずつ答えを出すために考えるか。いやでもそれって一貫性がある答えになるのかな、全ての答えになるようなもっと考え方みたいなのが欲しいんだけどなーっていう感じでもやもやしておりました。そしたらですね、思い出したんですが、会社員時代にみんなが同じ方向を向けるように会社の方針とか価値観をしっかり言語化していたなっていうふうに思い出しました。確かビジョン、ミッション、バリューみたいなのをチームとかでもね考えたりとか、朝会でね読み上げたりしてたし、当時ねよくできてるなと実感していました。ただビジョン、ミッション、バリューみたいなカタカナじゃねちょっと頭に当時も入ってこなかった記憶があるので、まずは日本語でちょっとちゃんと理解をしてみようと思います。いろいろと記事を読んでみたんですが、サイトによって解釈が違ったので、私が良さそうだなと思ったのをピックアップ。ビジョンは中長期的到達目標、バリューは価値観、行動指針、そしてミッションは普遍的使命だそうです。とりあえずね、なんとなく意味は分かったので、私が答えが欲しいと思っていた悩みたちが、このことを考えることでね、ちゃんと答えに導かれるのかっていうのを確認していきます。ノートパッドは切り離せるので、前に書いたものを見ながら考えたい時とかにページをねペラペラめくることなく、目の移動も少ないのですごく考えやすいです。もし手元にねノートパッドがない方はコピー用紙とかに書き込んで見比べながら進めるのがいいんじゃないかなと思います。とりあえず自分のミッション、ビジョン、バリューを考えることで、最初のねつらつら言ってた悩みの答えとして十分そうだなっていうことが分かりました。ただですね、私の脳みそだと普遍的な使命は何と言われてもちょっと考えにくい。もう少しナチュラルな日本語で問いかけてくれっていうことで、もう少し詳しくネットで企業のビジョン、ミッション、バリューの事例を読み込んでみました。事例集みたいなやつを見ながら、どういう問いかけをすればこういう答えになるかなっていうのをちょっと考えまして、まずビジョン、こんな社会自分になったらいいなに言い換えてみました。バリューは悩んだ時に何を優先させるか。そしてミッションはその自分ができることは何なのか。ちょっと順番を変えて問いかけてみます。こんな社会になったらいいな、自分になりたいな、そのために私ができることは何なのか。そしてその時に悩んだら何を優先させる。この流れだと考えられそうな気がしてきませんか？もうここまでね来たら日頃思っていたことをつらつら書き出して、いい感じの文章に仕立て上げていきます。こんな社会になったらいいな、自分になりたいなでは、私は自分の中で年を重ねることに少しね恐怖感があり、頭の中ではそんなことにとらわれたくないっていう気持ちがある中で、
なぜか誕生日が全然嬉しくないなって思う気持ちもあって、それってなんでなんだろう、何がそう思わせるんだろう。むしろ逆に年を重ねることでもっと自由になることだってあるはずっていう感じでちょっと考えたり、あとは将来どんな暮らし方をしていたいのか、そこにはどんな障壁がありそうなのかっていうのをちょっと考えてみました。日頃ね、もんもん考えていただけあって、書き出したらもう止まらない、そして点と点がつながっていく感じがすごく楽しかったです。お次はミッション。こんな社会自分になったらいいなっていうビジョンが言語化できたので、そのために私にできることを考えていきます。ここには今やっていることを拡張させていきたいなと思っているので、文房具屋とか SNS の発信をベースに考えていきました。あと会社員時代は何かとね、ナンバーワンとか最速とかっていうキーワードでね、目標設定されることが多かったんですけど、私はなんか個人的にすごく違和感がそれにありまして、規模やスピード感などを求めるのはね、会社としてはもしかしたら正しいのかもしれないなっていうふうに分かってはいるんですけど、ここで決めるのはね、自分が個人としてできること、日頃の暮らしを通して自分の人生をかけて遠回りでもその過程を楽しみながらやっていきたいなと思っているので、そのことをちょっと言語化をしてみました読み返すと結構ポエムみたいになってます。自分の使命を実行するにあたって都度悩むこととか優先順位を決めないといけない時がね、あるかなと思います。これに関しては自分の正義みたいなのを書いてみました。自分の正義とか価値観が分かる瞬間って、自分と違う価値観に触れた時にそれに対して拒絶反応が出る瞬間だと思ってて、会社員時代に物やサービスを売る仕事をしてたんですが、こんな風に物を売られたらすごく嫌だなって買い手側としてね、思うこともよくありました。どの会社でもね。その拒絶反応のおかげで自分は遠回りになってでも心地よいやり方でやるべきっていうね、価値観が確立されていったのかなと思います。ということで、これが実際に文章になった私の自分軸です。こんな社会になったらいいなでは、いくつになってもどんな状況でも自分のやりたいことが湧いて、それが実行できる社会。得意なことを伸ばすことで価値が生まれ、心身ともに充実感が得られるような社会。常に選択肢を持ち、消去法ではなくワクワクすることを選べる社会。そんな社会になるために私ができることは何？ミッションの部分を考えてみました。頑張りたいこと、仕事、家事、育児などを頑張れるような道具や考え方と出会える場の提供と、それを使いこなすまでをサポートする。一日一日ちょっとずつでいいから不安を軽減したり、自分との約束を守って心と頭が心地よい時間を提供する。そしてこれらを実行する上で悩んだら何を優先させるべきかっていう点ですね。お金と時間と労力は大切な人物事のために使う。その大切にしている人物事と同じように自分にも接する。最短距離じゃなくていい、迷いながら考えながら信じる道を進む。情けは人のためならずという感じになりました。傍から聞いたらね、まだまだ抽象的な感じするわって思うかもしれませんが、私の中ではだいぶこりゃ自分の軸ができたな、すっきりしたなと思ったので、一旦このまんましばらくね、活動を頑張ってみようかなと思ってます。自分への理解度が上がってポジティブな気持ちになれるので、ぜひ秋の夜長に気軽にやってみてください。高評価と登録お願いします。またね。